皆さん、こちら、ようこそお越しいただきましてありがとうございます。本日はですね、こちらで新興技術が地形学にもたらすインパクトという内容でですね、パネルディスカッションをさせていただければと思います。私、ただいまご紹介に預かりました地形学研究所の、新興技術グループ長をしております、塩野でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでですね、早速ではございますけれども、こちら今4名の方々にお越しいただいていますので、まずこの新興技術というところでですね、自己紹介と今のテクノロジーに関するご関心というのをちょっとお伺いできればと思います。では、梅田さんの方からお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました、地形学研究所の客員研究員の梅田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私はですね、専門は主に宇宙政策ということで、宇宙技術を中心に、この、10年ぐらいですかね、近く見ておりまして、その前までは防衛省で、海外の軍事動向調査ということで、そこでも技術に関わる調査に携わっておりましたので、今の地形学研究所では、この宇宙技術の、あるいは宇宙政策の方をですね、中心に見ておるというところであります。で、最近の関心事項ということですけれども、今ですね、商業サービスと軍事活動の交わりといいますか、その境界線について最近は特に関心がありまして、と言いますのも、皆さんちょっと想像されるかもしれないんですけども、ウクライナ戦争での動きというか、ロシアが侵攻前から、ロシア軍の動きっていうのが、地上を撮影する商業偵察衛星、商業衛星ですね。で、見えて、広くそれが報じられていたりであったりとか、ロシアが地上侵攻をする、直前ですね、ロシアからアメリカの通信衛星の会社であるバイアサットにサイバー攻撃がなされていたこと、それから、そういうことがあって、ウクライナの政府だったり、ウクライナ軍が通信衛星を使えなくなったというところで、スターリンクとスペース X のこのスターリンクサービスが提供されるようになって、彼らの基幹的な通信インフラになったということで、その商業宇宙サービスっていうのが、広くその軍事活動の方に実際にそのウクライナ戦争で使われているわけですけれども、そこのなんというか、商業サービスと軍事宇宙の交わりっていうのが、だんだんかなりなくなってきている。で、そこでなんというか政府がじゃあ単純に、商業宇宙サービスをどんどん使えばいいんじゃないかっていうと、必ずしもそうではなくて、商業宇宙サービスに政府が依存することによって生じる様々な問題も、あるわけですね。ちょっと今段階ではそこは深入りはしませんけれども、そういう境界がですね、あやふやにだんだんなってきているということに、非常に関心を持っているというところでございます。とりあえずは、はい、以上になります。はい、梅田さんありがとうございます。それでは斉藤さんお願いします。はい、ご紹介いただきました斉藤と申します。地形学研究所では主任客員研究員を務めておりますけれども、本務は上智大学の総合グローバル学部というところに勤めております。で、研究上の関心はですね、国際安全保障、国際政治学安全保障論を、学問領域としては専門にしておりますけれども、その中でも、科学技術と安全保障、あるいは科学技術と政治の関わり方といったような点で問題意識を持っておりまして研究に取り組んでいるところです。具体的にはデュアルユースの問題が、ここにお越しの皆さんもいろいろとご関心というか、問題に直面することもあるかと思いますけれども、このデュアルユースの問題を中心に、またデュアルユース研究を展開するためのイノベーションエコシステムの問題をめぐる政治の問題に関心を持って研究を進めております。とりわけ日本とアメリカの事例を中心に取り組んでいますけれども、もう少し詳しく、その専門について関心について細分化した視点を申し上げると、その科学をめぐるデュアルユースの問題と、あるいは産業技術また産業ですね、その実用度の違いいろいろと段階があると思いますけれども、この科学をめぐるデュアルユースの問題、技術をめぐるデュアルユースの問題というものに関心を持って、それらに共通の部分ってもちろんありますけれども、また違いマネジメントしていくにあたっての違いというものはどういった点に見出すべきかというところを、研究しているところです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それでは鈴木さんお願いいたします。ありがとうございます。科学技術振興機構の研究開発戦略センターでフェローをしております、鈴木泉と申します。科学技術振興機構ってなかなか聞いたことがない方も多いかと思うんですけれども、私どものお客様は大学の研究機関がメインになっております。大学の研究機関に対して、研究費を配分をさせていただくようなお仕事がメインになりますが、私がおります、研究開発戦略センターについてはですね、最新の研究開発の動向であるとか、あとはそういったもののマネジメントシステムどういうふうにしたらいいのかっていうところであるとか、あとは科学技術政策全般ですね、をフォローさせていただいております。で、直近、私の方は、経済安全保障の、重要技術育成プログラム、我が社でも、持っておりますので、そういったもののマネージメントどういうふうに行っていくべきかっていうところで、基盤的な研究、基礎研究における研究セキュリティの問題、研究インテグリティと言われるような問題について、それをどう取り扱っていくべきかっていうところがまず一本の柱でやらせていただいております。で、もう一つの柱がですね、国としてもしくは政策としてどういった領域に政策投資をしていくべきなのかっていうところになりますが、各国諸外国で、そういったものについて優先順位をつけるような取り組みというふうなことが行われておりますので、CRDS の中でもですね、そういったものちょっと思考的に取り組めないかというところで、科学技術が持つインパクトを評価しながらですね、どういった優先順位付けが可能かっていうところを取り組んでいるところでございます。今日皆さんとディスカッションできるのを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは手塚さんよろしくお願いします。皆さんこんばんは。南山大学外交学部英米学科の講師をしております手塚沙織と申します。専門はですね、人の国際移動でして、特にですね、優秀な人材の国際移動、そしてそれに関する政策ですね、移民政策、出入国管理を専門としております。とりわけ皆さんご存知の通り、アメリカは移民の国家と呼ばれていまして、そして優秀な人材はですね、外国籍の人たちがたくさんいらっしゃるということになっております。で、直近のですね、特に関心は技術覇権争いによりまして、それによる規制がですね、いわゆる優秀な人材の国際移動にどういう影響を与えているのかということ、そしてもう一つは逆に優秀な人材、研究者であったり、エンジニアの方たちが、母国に帰ったりですね、その人たちが移動することによって、技術覇権争いにどのような国際関係として影響を与えているのかということを興味持っております。で、論文でも、書いておりますが、例えば今、米中対立激しくなっております。で、それで、それぞれにですね、技術規制、技術管理をしている中で、人の移動も当然のことながら、焦点になってきております。そういったことの研究を今進めております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではですね、こうしたですね、有識者のメンバーの方々とディスカッションを始めていきたいと思いますけれども、我々地形学研究所の方でも、振興技術ということで、こちらが安全保障、そして地形学にどう関わっていくかということを、日々ですね、その研究をしているわけですけれども、まさに今回、チャット GPT であったりとか、生成 AI が非常に世間を賑わせているかと思います。で、そうした中でですね、もう非常に民から、そしてですね、政府関連まで、生成 AI の話が出ておりまして、で、特に、ちょっと皆様方が、聞かれているところで、国産 LLM を作るべきか否か、みたいな。LLM は大規模言語モデルですね。で、こちらをですね、オープン AI という、民間企業、米国の民間企業が作っていったわけですけども、ここに対して国産でそういったものを作っていくべきかみたいな議論がある中でですね、技術を、政府主導でやっていくべきなのか、民間企業主導でやっていくべきなのか、例えば、シリコンバレーなんかというのは民間企業の塊になっておりますけれども、もともとはですね、米国主導の DARPA みたいなのがあったというお話あります。なので、ちょっとまずはマクロな大きな質問になってまいりますけれども、技術は、これからの先端技術は政府主導、民間主導、どちらで、例えば日本であったりあるべきなのかというのをお伺いできればと思います。ということで斉藤さんお願いします。はい。初っ端からなかなか答えに困る質問ではあるんですけれども、私の考えではそもそも政府の技術開発の目的と
民間がやるべき技術開発の目的、また企業が行う技術開発の目的と大学が行う研究開発の目的とも全然その違ったゴールがそもそも設定されるはずで、そうした中で一概にどれかに偏らせるべきだ、どれかに集中すべきだという話にはなりにくいんだろうというふうに理解はしているところです。しかしながら今日一番大きな、とりわけその経済安全保障の文脈で一番大きな問題になっているのは、仮に政府が何らかの政策目的、その公共政策の文脈であるいは軍事利用っていうのが一番その最たる部分だと思いますけれども、そういった形で研究開発を進めていくにあたっても、政府に閉じた研究開発っていうのはもはや行い得ないといいますか、日本は不可能ですし、アメリカ、中国、ヨーロッパどこも政府に閉じて、要は秘密裏に政府の研究所で研究を行って、それをその先端的な兵器に転用するんだみたいな研究開発はもう行ってないわけですね。そういった状況の中でその政府が研究をしていくにあたっても相当程度その民間企業、民間の大学、民間研究機関のリソースに依存せざるを得ない状況というものが起こっているという意味ではですね、そういったその強力な民間のイノベーションエコシステムに政府がどういうふうに接続できるのかっていうのが重要な今各国抱えている問題になっているわけですね。でそうしただとすればその民間のその技術開発環境とかその技術シーズを確保することなくして政府主導の技術開発というのも起こり得ないというか、十分なパフォーマンスを発揮できないはずなので、こういった観点からやっぱりこの民間のその研究開発基盤をいかに維持また発展させるのかっていうのはその政府主導の研究開発を進めていくにあたっても重要な課題に今なっているだろうというふうに私は考えているところです。はい。鈴木さん、官民大学と見てらっしゃると思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。結構大きい質問で、迷うんですけれども、私も、斉藤先生と同じような、立場かなと思うんですが、やはり、民間主導の民間による研究開発で自由でオープンな環境でやっていくっていうのはまずイノベーションの大原則だと私もアグリーをします。で、その上で、やはりそうは言っても国家をベースにバックグラウンドで持ってですね出てくるような、例えば中国のようなところがあった場合には、やはり民間企業さんだけではなかなか太刀打ちできないようなところもありますので、そういった場合には政府のサポートが必要かなとも思います。で、私、ちょっとフィールドとしてアメリカを見てることが多いんですけども、そうですね、研究開発費を見たときに、実際に政府がお金を出している国と、企業が、お金を出している国、どちらが多いかって言ったらですね、どこの国も民間企業が R&D 費を負担しているケースの方がほとんどです。7、8割が民間企業さんからのですね、R&D 費によって R&D 費っていうのは、賄われています。つまり、実態として民間企業がそれを支えているっていうものがあります。で、ただアメリカの政策を少し見ていくとですね、例えば人材の問題であるとか、基礎的な研究ですよね。科学研究と言われるような基礎研究については、やはり政府のお金がきちんと入っている。つまり、民間企業さんだとなかなかリスクが取れないようなところについては政府がサポートをして、また新しいイノベーション創出のようなところですね。なかなかギャップファンドみたいなところがあるかと思いますけれども、そういったところは政府が入っていくっていうところで、政府と民間とでうまく役割分担をしていく。で、それが今の例えばこういう、技術覇権みたいなことが起きたときに、中国と対峙したときにもどういうところで役割分担の変化が起こるのかっていうところがキーポイントになるのかなと思っております。はい、ありがとうございます。その世界で今もう人材の取り合いをしていて、才能が人に紐づいて移動していると思いますけれども、そこは手塚さんいかがでしょうか。私はこの質問ではやはり政府と民間がどちらも、果たす役割がやっぱり違うと思っていまして、当然のことながら私もシリコンバレーに何度も入って、起業家の方たち、エンジニアの方たちとお話したことがありますが、当然のことながら初めにスタートアップとしてお金がない中で政府だったりどういったその資金が入るっていうのは当然のことながら重要なんですね。そこからまた民間がまたお金を出して技術が活発化していく、開発されていくのが進んでいくっていうのも当然のことながらいいかと思います。ただですね、これは人
人材の問題がやはり重要でして、例えば中国の場合、人材がいない限りにおいては技術開発というのは行われないんですよね。で、当然のことながら千人計画のようなですね、自分の母国に優秀な人材を国として主導して引っ張ってきてですね、そこにお金を出して、技術開発を推進させていくということ。で、もちろん今アメリカもですね、半導体を自分たちで作ろうというような形でやっていますが、そこでやはりアメリカでも問題になっているのは、たとえ半導体の工場を作ったとしても、人材がいなければ、そこでですね、自分たちは半導体をさらに発展させることもできないということですし、もちろん日本、今熊本を中心として TSMC が来るといった話もございますが、ここでもやはり問題になっているのはやはり人材の話なんですよね。で、工場を作ったとしてもそこに箱物ですので、それを誰が主導していくのか、さらにそこに研究開発、お金を入れたとしても、じゃあ誰がそのお金を使ってですね、研究を進めていくのかということがあるかと思います。ということで、やはりアメリカでも今優秀な人材に対するビザ、永住権を拡大していけという話もやっぱり出ておりますので、国としてそこは人を引っ張ってくるという人材引き抜きという形では国が主導していくものだと思っております。例えば今手塚さんおっしゃったところ、日本ではなかなか海外人材が取れないみたいなお話が出ています。そこはいかがでしょうか。これは日本政府はですね、高度人材の獲得というのは世界中でやっぱり熾烈化しております。で、日本はですね、いわゆる高度人材に対してのビザというのはそんなに世界と比べると難しくはないんですよね。ただですね、じゃあ日本に来て生活できるのかといったらやはり言語の障害がまずあります。日本語で、いわゆる会社の設立をしなければならなかったりとかですね、研究開発のもちろん申請書もそうですし、そういった言語の問題がいわゆる他のアメリカであったりですね、他の国と比べるとそこはやはり高い障壁になっているかなと思います。そういったところでは言語の障害以外のところをやはりサポートしていくべきかと思っています。はい、ありがとうございます。まさに例えば宇宙なんかですと、その宇宙ビジネス自体がまず to government というところで、政府主導なのか、民間主導なのか、そしてだんだん今民間側に、イーロン・マスクに代表されるような、トランジションが起きていると思いますけれども、宇宙を宇宙ビジネスというのは今後、例えばじゃあ梅田さん、どういった形で、日本でそれが立ち上がってくるとしたら、どういう形が考えられますでしょうか。はい、ありがとうございます。もともと皆さんご存知かと思いますけど、宇宙開発っていうのは、国家政策として、ずっと、特に冷戦期が続けられてきたというところで、例えばアポロ計画、スペースシャトル、国際宇宙ステーション、日本も、国産ロケットの開発とかですね、国家の目標のためにやってきたというところがあります。で、他方で、特に2010年代以降に入って、宇宙ビジネス、商業宇宙サービスっていうのが徐々にアメリカの方で本格的になって、日本でも今たくさんですね、いろんな種類のもともと伝統的に宇宙開発やってらっしゃる企業さん、たくさんいらっしゃるのに加えて、新しい宇宙サービスを考えて、それを会社を立ち上げていくスタートアップの方々もたくさん出てきているというところであります。で、もともとなんと言いますか、依然としてアメリカ政府であったり日本政府であったり人類の活動領域をさらに外に広げるという活動なんかやはりそのリスクも非常に高いし、たくさんの資源も必要であるということで、ある程度やはりその政府主導のプロジェクトにならざるを得ないところっていうのはあると。で、他方でイノベーション、新しい技術、宇宙開発の中での新しい技術のイノベーションの源泉っていうのはもう明らかにアメリカでも日本でも民間企業の方に移ってきているという状況で、例えばちょっとアメリカの話になりますけど、まさにさっきスペース X の話が出てきましたけど、ロケットのスペース X のファルコン9というロケットはそのロケットの1段目を、普通は切り離した後に、普通は海に捨てちゃうものなんですけど、それを今ですね洋上海の上のドローンの船に着陸させて、もう一回ですね打ち上げに使うんですよね。で、今それを10回とか15回とかっていうレベルでやってるんですけれども、最初はやっぱりNASA であったり、宇宙軍、当時は
空軍のスペースコマンドですけれども、そういうところはそんな危なっかしいものは自分たちのミッションでは使えませんということだったんですけれども、で他方で、スペース X がそのファルコン9のその1段目の再利用を何回も続けていると、それが当然使えるっていうことが分かってくるし、かつ彼らが言うのはその1段目を使い終わったやつの方がフライトプルーブンな1段目であるから、その信頼性がより高いんだっていうロジックをですね持ってきて、実際それが成立をしているということで、今 NASA も宇宙軍も彼らのミッションは、ファルコン9乗せる場合は1段目を再使用することを認めているという状況で、新しいことはどんどんですね民間の側で実際政府が思いつかなかったようなところで起きているというところです。で、それをそういう状況をアメリカの状況を日本も見ていて、やはりその宇宙ビジネスっていうのはやっぱ可能性が非常に大きいということで、いろんな施策を打ってまして、内閣府がアイデアコンテストっていうのを宇宙ビジネスのアイデアコンテストをやったり、JAXA ですと民間企業とのビジネスの競争っていうのをやったりして、今そのビジネスの土台を今まさにその拡大をさせようとしているというところで、これから徐々にですねその種まきがだいぶ終わった段階ですので、徐々にですね実際のそのミッションがどんどん行われていくことになりますので、そこで実際にその成果を出して、それが成果が出ればよりそのビジネスとしてプルーブンなんだっていうことが分かってくる。でさらにお金が集まってくるというようなそういうサイクルが生まれることが今その望まれているという状況かなと思います。はい、上田さん、その再利用ロケットのイノベーションに最初にお金をつけたファイナンスした方々はどういった方になりますか？基本的には多分おそらくスペース X そのものが自分たちでやってたんだと理解をしてます。でもちろんその、スペース X という会社そのものは NASA からの、契約も受けているし、それからDOD 国防総省からの契約も受けているので、なんというか彼らのビジネスの中で、なんていうかな、どういうふうに彼らそのお金をスペース X の中で配分したかっていうのは必ずしもよく分かんないんですけれども、基本的にはそこの1段目を再使用するっていう要求自体は基本的にはもともと NASA も DOD もおそらくそんなことをしても、最初は認めなかったことからしてそんなことをしてもどうなるんだっていう多分疑問の目を多分持ってたんだと思うので、やっぱり彼らの信じるなんというか、イノベーション自分たちの投資っていうのが大きかったんじゃないかなというふうにこれはちょっと確証はないんですけど、というふうに思ってます。ありがとうございます。例えば宇宙の領域で日本でも少し宇宙スタートアップというものが出ていますけれども、今彼ら彼女らの悩みとしてNASA とビジネスをするんであれば、その開発に携わっている人の、セキュリティクリアランスと申しますか、国籍であったりとか、そういった機密をしっかりと守れる人をアサインしてほしいみたいな話ができますけれども、そこは今後問題にはなってくるんでしょうか、日本で。日本でというところはそうですね今まさにその日本の中で日本政府の方でそのセキュリティクリアランスの、法案っていうのがあって議論をされているその中にその技術として、宇宙も含まれるかもしれないということで、そこがなんというか、宇宙の技術を軍事的に活用するというところも当然国家安全保障戦略中でも宇宙技術大事だということを言われているので、それで入ってくると思うんですけど、そういった時に要は簡単に言うと防衛省であったり、関連する機関が宇宙技術を開発をしたいと。でその中で機微な情報も民間企業さんと共有しながらやっていくといった時は当然セキュリティクリアランスの問題というかによって技術を守っていくということになると思います。はい、ありがとうございます。今セキュリティクリアランスの話がありましたが、手塚さん人の移動と機密が一緒に移動してしまうということなんですけども、そこが今非常に経済安全保障の領域でも課題になっている中、日本企業が考えるべきことって何かありますでしょうか？これは非常に大きなテーマでして、日本政府だけではなくてですね、世界中の
政府がですね、非常に悩みを尽きないといいますか、そういった問題になっているかと思います。なぜかと申しますと、もちろんアメリカでもですね、セキュリティクリアランスあるわけですが、2000年以降にとりわけですね、技術、いわゆる漏洩ではなくって流出という形で違法ではないんですけど、いわゆる技術者であったりエンジニアが帰ることによってその技術頭は取っていけないわけですから、はいなのでそのままそれを、中国であったりですね、他の国で、その事実上のアメリカから見る技術流出という形が行われてきているわけですね。でそれがずっと続いてきている中で、アメリカは2000年以降は別にそんなにあまり気にはしてなかったんですが、一定のその政府の中でも一定のところだけでは懸念はかなりあったんですが、それがですね徐々にかなり警戒感に変わっていったのは、技術の格差がですねもうだんだん縮まってきて、事実上中国が自分たちよりも上に技術的にいるっていうふうにもう思ったからなんですね。でそうすると、じゃあ人の国際移動においてその技術をどうやって管理していくのかというところなんですが、民主主義の国が非常に難しい。でさっき西村大臣がおっしゃってたように、フェンスとそして自分たちが本当に守らなければならないというところの技術でどこまでの規制がかけられるのかということで、やはりアメリカとしてはそのある一定の技術はやはりオープンイノベーションという意味では当然のことながら優秀な人たちをどこの国籍問わず開発に巻き込んでいくのがやはりいいと。はいただとはいえ機微技術になったり安全保障に関わるような技術に関しては、そこはやはりセキュリティクリアランスを含めてすごくフェンスというかものすごく高い壁を作ってしまわなければ、これはもう技術は自分たちの覇権国ではいられないっていうような、やはりかなり危機感があります。はい。ありがとうございます。以前米国副大統領のペンス発言にあったように、自分たちはかなりの部分もうすでに盗まれてしまったと。でここから対応するにしてもかなりおっしゃる通りですね、技術のギャップというものはもう縮まってしまったというような見解を示すような、米国の政治家なんかもいると思うんですけども、技術のその技術開発自体のアプローチというのが各国でどれくらいどういうアプローチがあるのかなんですけども、鈴木さん先ほど、米国を主に見てらっしゃると思いますけども、例えば米国、中国、そして欧州と捉まえた時に技術アプローチに大きな差はありますでしょうか？ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないんですけども、民間研究開発費だけで見たときには民間が主導しているっていうこと自体は中国もアメリカもやはり研究開発費の負担割合ってやつですね、企業さんが負担しているのか政府が負担しているのかっていう観点で言うと、いずれもアメリカであろうが中国であろうが日本であろうが多くの欧州の国においてもですね、7、8割は民間企業さんが負担しているっていう意味では民間がになっていると。で一方でじゃあアメリカはどういうふうなやり方をしているのかっていうふうなことで言うと、やはり民間企業かつスタートアップの方の育成に重きを置いていて、で基礎的な研究、については大学が担っていくっていうような役割分担をしていると。で最近着目されているのがやはりその基礎研究をどうやって社会にインプリメンテーションしていくのかっていうそのデリバーのところをすごく政府もサポートしているので SBIR 制度なんて言われるものがありますけれども、大学から出てきた研究シーズを段階的にきちんと社会実装していくような仕組みっていうのが整い始めているし、それを加速する仕組みがすごく動いています。で例えば防衛セクターにおいてもですね、防衛の中で、見つけられた研究シーズではなくって外で生まれている研究シーズをいかに早く実践もしくは実装に取り込んでいくかっていうところで、ディフェンスイノベーションユニットみたいなものができていたりだとか、あとはディフェンスイノベーションユニットに限らずですね、民間の、スタートアップさんを取り込むような仕組みみたいなものもたくさん、しかも軍ごとにできてたりとかするということで、そこの、基礎研究ないしは、先端技術って言われているようなフィールドで起きているものをうまく転換していく仕組みっていうのがアメリカで起きていると。でじゃあ中国どうかなっていうと、同じようにして、民間さんで、民間企業いわゆる企業というところで研究開発たくさん積まれているんだけれども、中国の場合気をつけなければいけないって言われるのが、企業さんの中にもやはり政府からの、
国営企業さんが結構たくさん入っているので、同じ企業といっても識別が難しいっていうところと、あとは最近よく言われているのが政府主導の基金がたくさんできていて、そこの研究開発のお金っていうのが民間に流れていますよと。ということは政府が戦略を持って選定している技術のところに基金が立っていて、そのお金が民間企業に流れているので、やはりそこは政府の制限がかかった研究開発が行われる可能性もあると。で、完全民間企業って言われるようなアリババみたいなところであったとしても、やはり政府の制限ですか、制約のある中での研究開発っていうのが最近強くなってきているので、やはり自由な環境で研究するアメリカと、制限のある環境で研究しなければいけない中国っていうところの大きな違いがあるかなと思います。はい、ありがとうございます。例えばロシアのプーチン大統領が AI を制する者は世界を制すという発言をしたり、彼はスマートフォンも持ってないらしいですけども、はい、そういう発言がある中で先端技術がそのまま国のパワー、軍事的パワーになるというような話について、それが本当にパワーになり得る過程、そしてそれが本当にパワーになるのかという、今これだけ AI のある種の AI 軍拡競争なんて言われ方もしてますけれども、それについては斉藤さんいかがでしょうか。先端技術が直ちに国際政治上のパワー、要するにパワーってここで言うパワーとは何かというと、他国に対して自分たちの意図を強制する力ですねになるのかっていうと、これはおそらくならないっていうのは、一番分かりやすい事例はやっぱり日本なんだと思うんですね。つまり日本は、1945年以降、2000年、最近ちょっといろいろともう日本の科学はどうなのみたいな話をちょっとこの方がいる横にいる前で言うのもなんですけど、そういう問題がいろいろ学術セクターで起こっているが、それまでは少なくとも日本の科学技術っていうのはもう世界の最先端に行っているという部分が少なからずあったわけですね。他方で日本はまさにその1945年以降、いわゆるその戦後の反省、というものが一応共有されていて、軍事研究には関わらぬと、そういう議論というのはずっとありましたし、あるいは学術セクターの中では軍事だけじゃなくて、1990年80年代ぐらいまでですかね、要するに産業応用けしからんという話もあったわけですね。要するに学術研究というのは科学的な知見の追求、真理の探求が目的なのであって、そこに軍事目的が関わるのけしからん、産業応用あるのけしからんという形で、ずっとその応用へのそのブリッジがかからなかった時期っていうのがあるわけですね。でそうした中で科学技術、先端的な科学技術を持つことは他国に対する影響力になるのかって、これならないですね。やっぱり要するにその技術は知識にとどまっていて、それがいかにして軍事的な兵器という形に反映されていくか、あるいはその、産業応用されて、製品化されて、市場に出回るかという形になって初めて他国の安全保障政策や他国の産業政策に影響を与えるフェーズに入っていくということであるとすれば、なかなかその、科学技術が発展したから我々は他国に勝るという話にはなりにくい、全くないとは言いませんけれども、ある種のその、ノーベル賞を取ってやったと、そういうようなのはあるかもしれませんが、基本的にはその強制力を働かせるという意味でのパワーにはとはイコールではないというふうに考えるのが、私は適切かなというふうに理解しているところです。ありがとうございます。斉藤さん、例えばじゃあ国家というアクターを考えた際に、国家が国益のために汎用的な技術、例えば生成 AI のように極めて汎用的なものに見える技術というものを、例えばじゃあ自国だけのものにしようであったり、他国に対しては規制しようであったりという行動に出るかと思うんですけども、その意味というのはあるのかないのか、行動に出るべきなのかというのをちょっと国益の視点で教えていただければと思います。その国益を増進するという観点から言えば、その自国、ある程度その国が自分たちの国の中にその技術を溜め込むというか、閉じてその他国とのその競争
において優位に働くような、優位な環境を作るということは重要な取り組みになるとは思います。でその方法っていうのは一つはその研究開発、自分たちの国の戦略にのっとって重要な技術領域に投資を積極的に集中させるってことも一つ、自分たちがリードするってことですねっていうのが一つ重要な方法としてある一方で、同時に他国に対する流出っていうのをいかに避けるかっていう技術流出の阻止のための仕組みをどういうふうに作っていくのかというのがいわゆるその技術の寛容と保護ってもうずっと言われてることですし、アメリカでもずっと特にトランプ政権以降のその技術戦略でも、改めて2大その技術戦略としての柱として打ち出されていますけれども、これは改めて実は言うまでもなくずっとどの国もやってきた話で、要は他国に対する技術優位をいかに維持するのかっていうのは重要な取り組みであること間違いないんだろうと思います。ただ問題は今その、技術、イノベーションエコシステムですね、技術革新のための、イノベーションは技術だけを指さないという話もありますけれども、ここで技術革新を進めるにあたって必ずしもその政府が自国に閉じた研究開発体制を組めない、それだけでは閉じられないということで、結果としてその民間の技術に民間にある技術シーズにどれだけアクセスできるのかっていうことが重要になってくるということで、先ほど言及ありましたけどもDIU ですね、アメリカのディフェンスイノベーションユニットという仕組みはその民間の技術シーズをどれだけ早く国防省の調達に結びつけられるのかということを目的にした仕組みですけれども、そういった形でその民間の技術を吸い上げるっていうのは何を意味するのかというと、その民間市場っていうのはもう世界中に勝手につながっていますから、要するにその民間に落ちてるテクノロジーには他国もアクセスするっていうことなんですね。でそうした中で技術流出を維持しつつでもどうしても流出してしまうのはしょうがないというような前提のもとでどれだけ早く自国がアクセスできるのかというスピード勝負の面も出てきているというか、今そちらの方がむしろ重要な技術戦略の視点になっていると思いますけれども、そういった観点からその国益にする技術をいち早くそのマーケットが民間からどれだけ吸い上げることができるのかということを技術流出の阻止と同時にやっていくというのが今、日本だけじゃなくて各国がやっている取り組みという整理になるかなというふうに思っているところです。ありがとうございます。梅田さん、宇宙分野ではその技術を守る守らないっていう話はいかがなんでしょうか。そうですね、もともとその宇宙技術っていうのは、特にそのロケットの部分っていうのがミサイルと、ほぼ同様の技術から成り立っていますので、もともとその技術管理っていうのは技術管理というか、輸出管理といって方が正しいかもしれませんけどがかなり厳しくこれまでなされてきました。でこれは国際的な、冷戦期だとそのココムであったりとか、あるいはその MTCR ミサイル技術、管理レジーム、今もそれ続いてますけどっていうので守られてきていて、人工衛星は汎用的なやつ、デュアルユースの部分はワッセナーアレンジメントという枠組みで守られて守ろうとしてきた部分なんですけれども、他方で今今まではそのロケット、人工衛星にしてもやっぱりその開発するには相当なそのお金と人とノウハウっていう3つが揃わないとなかなかできないということで、実際ロケットを打ち上げて人工衛星を軌道に投入できる国ってかなり限られている、1ダースもいるかいないかぐらいのまだそういう状況なんですけれども、他方で電子部品の小型化等に伴って人工衛星についてはかなりなんていうか民生品も使えつつなんていうか大学も含めてですね、あるいは民間企業がそういう人工衛星を開発するっていう例がかなり増えてきています。なので事実上ですね、そのかなりの部分が宇宙技術も今かなりの部分が汎用品が使われるようになってきて、実際にそれをもう規制するっていうのがかなり難しい。だからこそ
人工衛星を開発する国もそうですけど、イランだったり北朝鮮だったりもミサイルの技術もどん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 高めてきているわけですけれども、そういった中で何と言いますか、事実上何を規制すればいいのか、しかもそもそも規制それだけですね一般化したものをそもそも規制する必要があるのかというところまで多分言ってる状況なのかなと思います。ありがとうございます。今宇宙の話でしたけども、非常にパワーがあるプレイヤーアクターとしてガファムと呼ばれるようなものなんかですと、その資金力であったりとか、例えば研究者エンジニアの人が大学なんかで研究するよりガファに行った方が無駄な作業をせずに自分の研究に没頭できるっていうふうなことを思うようなことさえ今あると思うんですけども、そういった巨大なデジタルプラットフォーマー、資金力あるプラットフォーマーができた中、それに対して例えば日本政府みたいな国家アクターは何ができるかっていうのも疑問に思うところでして、そこら辺は鈴木さんいかがでしょうか。もう一回質問がちょっとごめんなさい。そうですね。よくわかんないかも。はい。今日本にはガファムがいないと。うん。ただ米国にはいると。はい。それに対しうてん。じゃあ政府主導でガーファに勝てる何かをしようという話になるのか、やはりそこは民間側でうんうん。そこに対抗すべきという話になるのか、そこら辺はどう見てらっしゃいますでしょうか。難しいですね。必ずしもなんか日本がアメリカと同じようにですね、ガーファのようなものを出すことが適しているかどうかっていうのはまた別問題かなはい。とも思います。で、なのでやはり今までかつてやはり日本だと大企業の方々が科学技術もしくはその新しいサービスを生み出すっていうことをやってきているし、その土壌があるのは間違いないと思います。で、政府の方でもスタートアップ育成すごくやっていますので、ユニコーン企業を出していきましょうであるとか、ハイテクベンチャー作っていこうということが進んでいることも事実ではありますが、やはり一足飛びにすぐに出てくるわけではなかなかないのかなという気はしていますので、やはり今起きているものを大きくしていくっていう観点であるならば、産学連携とスタートアップ両方やっていくのがなんとなく日本のやり方なのかなというのが私の感想です。はい。ありがとうございます。どうぞ斉藤さん。今のポイントに関連してなんですけれども、日本には、ガファムがないからそこで政府が投資するのどうなのっていう、政府の投資の意味を考えるにあたって2つ考え方があって、政府が戦略的に重要だと思う最先端の技術分野をどれだけリードを保てる確保できるように投資していくのか、それは今内閣府でも我々日本において優位のある分野は何なのかというのを一生懸命調べて、そこに当てるか当てないかというのをやってますけれども、うまくいくかどうか分かりませんが、それは一つの方法だと思うんですね。で他方で日本には欠落しているが必ず後から必要になってくるような、後からとか現在必要になってくるような技術分野にいかに投資するのかっていう観点から投資をするってことがまたもう一つの方法として、これ違うその投資メカニズムだと思う、目的としては違うと思うんですね。でまさに今後者で行われようとしているのが生成 AI に対する政府による投資なんだろうというふうに考えられると思うんですが、次なる問題はそれ意味のある形の投資になるんですかっていうのが次問題提起としてはあるかなというふうには考えているところです。はい。例えば安全保障の観点からですと、その根幹にある半導体を今一生懸命日本に誘致投資しようとして考えてますけども、そういったものはいかがですか。半導体ってなんかある種特殊というか極めて汎用性が高いというか、その半導体を鍵にして、要するに半導体単独では別に何も起こらないわけですけど、半導体を使って自動車産業をどうするとか AI どうするとかスーパーコンピューターどうするとか、そういうその技術って結局要素技術、いろんな AI とか量子とかいろいろ言われますけど、技術単独で世の中に出ることはほとんどなくて、それが他の技術とのパッケージになることによって要は社会実装が進んでいくっていうふうに考える方がいいんだろうなというふうに私は考えているんですが、そういう意味では半導体ってある種どれにも関わる分野だと思うんで、そういった意味である種のインフラ的な、だから新興技術というよりも重要技術
重要技術というくくりですかね。そういった観点から半導体を確保するっていうのは生産基盤を確保するっていうのは、重要であることは間違いないとは思うんですが、日本がどれだけ抱えればどれだけその政策的に意味のある水準になるのかっていうところは多分もう少し精査が必要で、まずは絶対その日本で確保しなきゃいけない部分っていうのはあるにしても、じゃあ中国に対する依存、台湾に対する依存、あるいはアメリカに対する依存、ヨーロッパに対する依存、韓国に対する依存といろんな多分依存先もあって、どの国に我々は今依存するとそのサプライチェーンリスクを抱えることになるのかっていう話をずっとしていますけれども、どの国なら依存していいのかっていうのをもうちょっと積極的に考える必要はあるんだろうなというところで、逆にその日本がその半導体産業を国内回帰させていくことによって他国に対する依存度、他国が日本に対する依存をするような方向に持っていくとか、そういう戦略も他方ではあるとは思いますけれども、そういった形でその依存先、要は依存はしてはいけないには多分ならなくて、半導体は多分それを考えるにあたっての重要なそのなんていうのレッスンを与えてくれる技術分野だろうなというふうには考えています。はい、ありがとうございます。今、生成 AI と半導体という極めて汎用的な話が出てきたと思うんですけども、最後に皆様方に今後国際政治のパワー、国際政治に最も影響を与えると考えられる、技術は個人的には何かと。ではまずは宇宙代表の梅田さんから。じゃあ宇宙かもしれない宇宙って言いたいところなんですけど、ちょっとあえて、言わせていただくと、ちょっと新興技術かどうかは別として、僕が思うのはですね、やはりサイバーセキュリティの技術が今後非常に重要になってくると思います。で、これはなぜかというと、その企業活動にしても国の防衛にしても、やはりそのサイバーセキュリティが手薄くて、手薄いかどうかは別として、攻撃者から攻撃を受けて重要インフラが止まってしまったということになれば、もはやその国家活動がそもそも運営ができなくなってしまう、非常に大きなリスクはあるし、もちろん企業さんがそういう攻撃を受けた場合、情報漏洩にしろ事業運営に大きな支障が出るにしろ、かなり大きな事業上のリスクっていうのを背負ってしまうということで、そのサイバーセキュリティの技術を高めること、それからそれを皆さん、その企業の皆さんも政府もその実装していくっていうことが今後ですね、これ非常に大きなリスクへの対処っていう意味では重要になってくるのかなというふうに思っているところです。はい、サイバーセキュリティですね。じゃあ斉藤さん。はい、私はさっきの議論の少し繰り返しになってしまうんですけれども、半導体とか AI とか量子とかサイバーはもちろんもうほぼ全ての国が注目していて、各国のその具体的なその実装レベルでの戦略に結びついているところがかなりあるので、そういった意味ではもう重要になってくるのは間違いないだろうというふうには思っています。で、技術は結局でも単独じゃなくてパッケージで実装されていくというふうに考えた方がいいと思うんですけれども、その時につまり他の技術領域にどれだけ大きな影響を与えるものなのかっていうこと、与えるのは何かと、そういう視点で考えていくのが大事なんだろうなというふうに思っています。そういう意味でその日本がということで言えばスーパーコンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティングの分野ですとか、あとはアドバンストマテリアルズの分野は、日本に昔は今もですか、一応強みがあるというふうに言われてますからね。先端素材はまだ強いですね。っていうところでかつ他の研究開発領域に対する応用というか、ある種の汎用性とか波及効果が大きい分野だと思いますので、そういったところは今後重要になってくるんではないかなというふうに考えております。はい、素材であったり、そうですね。はい。鈴木さんいかがでしょうか。はい。アメリカがよく出しているものの4つぐらいがやっぱ AI と半導体とバイオマニュファクチャリングとかバイオ系のものと、あとエネルギーと先端材料みたいなところを組み合わせたもののお話っていうのが必ず上がってきていて、でそれをプロモーションって推進するような研究開発を考えるのか、それともプロテクションって保護する方で考えるのかって、多分2つの視点が必要で、多分両者からそれぞれを評価してテクノロジーアセスメントをしているのがアメリカだと思います。で、なんとなく日本は
アメリカがやってるからそのままやろうみたいな雰囲気が若干あるんですけど、斉藤先生おっしゃっていただいたみたいに、その時にやはり日本の強みである材料を頑張ろうとするのか、それとも AI なかなか追いつかないかもしれないけれども、やっぱりもう一回やろう、人材育ててこう、重要な領域だから人材だけはちゃんと育てていこうっていうふうなことで判断するのかっていうのは、何を守って何を育てていくかってまさに政策的な判断だと、国の判断だと思いますので、そういった観点から選ぶのがいいかなと思います。すいません、4つ答えました。すい4ません。つでしたね。はい、はい、ありがとうございます。では手塚さん。私はやはり半導体かなと思います。先ほど斉藤先生がおっしゃった通り、半導体がなければですね、皆さんが持っているスマホも動きませんし、AI も動きませんし、ソフト、サイバーセキュリティすらもですね、そういった空間もなくなってしまうわけですね。ですので、コロナの後に半導体の供給不足が起きたということで、半導体がそもそも自国で手に入らなくなるんじゃないかというような危機感があったからこそ、アメリカであれ日本であれヨーロッパであれですね、莫大な資金を出して半導体の工場を自国で作ろうというふうになったわけです。でその中でやはりもう地形学研究所ですので、まさにそういったお話からしますと、台湾はですね TSMC は最先端の半導体を作るような工場は他の国には作る必要はないと思ってますし、作るつもりも多分ないと思います。なぜかというと、それがあることによって台湾はアメリカであれ日本であれヨーロッパであれ、それがあるがゆえに自分たちは守ってもらえると思ってるんですね。で逆に言えば、その最先端の技術、世界を牛耳るような半導体を持っていれば、自分たちは国際関係の中で、地経学の中で、地政学の中で大きな影響力を持ち続けるんだということ。そして半導体というのは工場を作るだけでは成り立たない。だからこそ TSMC の会長も言いましたけれども、アメリカに工場を作ったところでですね、そういった人材をそれだけ確保できるのかというようなことを言ったわけです。ということで、やはりこれからですね、どういった技術があろうともですね、やはり汎用性が高いという意味では、やはり半導体の技術が一番かなと思っています。ありがとうございます。はい、半導体ですね。はい、ありがとうございます。というわけで、じゃあちょっと続きまして、あれですね、まだ少しお時間ありますので、今半導体であったり、ちょっと重要技術の話をしていただきましたけども、よりちょっと民間企業という視点で、今一番やはり民間企業がこう気になっているとか、サプライチェーンマネジメント、サプライチェーンの組み替えであったりというところと思いますけれども、ただこれがですね、すぐにできるということはないという中で、ただしやるべき、どういうふうにやるべきというところでちょっとどういうふうに見てらっしゃるかをお伺いできればと思いますが、梅田さんいかがでしょうか。ですね、ここもちょっとさっきの若干繰り返しになっちゃうところがあるんですけど、で、かつちょっとサプライチェーンに直接じゃないかもしれないんですけど、ちょっとサイバーセキュリティのちょっと続きをさせていただくと、そのサイバーセキュリティ体制の強化っていうのは、実はサプライチェーンの強靭化にもつながると思ってるんですね。というのも、自分の企業がサイバー攻撃を受けてしまって、それでその事業運営が危うくなるっていうリスクももちろんそれははらんでるんですけど、同時にサプライヤーであったり委託先のサイバーセキュリティ攻撃を受けてしまって、でそれでサプライなんていうか技術であったり物資が届かない、あるいは委託事業務ができなくなってしまうっていう、そういうリスクも当然あるわけですし、プラス委託先からがサイバー攻撃を受けて、そこが踏み台になって、大元の自社の、ところにサイバー攻撃が来てしまうっていうリスクもあるので、委託先も含めサプライチェーンも含めたサイバーセキュリティ体制のマネジメントっていうのが、今後非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。でこれ言うのは簡単なんですけど、なかなかやっぱりやるのは非常に難しい話で、例えばやり方としては、例えば第三者のサードパーティーを入れたサプライチェーンの監査をやるとかっていうのももちろんあるんですけど、いずれにしてもそのサプライチェーンの管理のためのサイバー対策のマネジメントにどれだけリソースを割けるかっていう、やはり経営的な多分判断が今後必要になってきて、そこのリスクは経営判断としてやはりどれだけサイバーセキュリティ対策にサプライチェーンも含めたところに避けるかっていうのは、今後事業全体のポートフォリオを見てやっぱり考えていただく必要があるかなというふうには思ってます。はい、ありがとうございます。斉藤さんいかがでしょうか。民間企業のサプライチェーンマネジメントで。
もうこれもかなり言われてる問題ではあるんですけれども、これ一体誰の問題なのかっていうのは割とまだはっきりしないなっていうところは私は感じているところで、要するにそのサプライチェーンマネジメントをしなきゃいけないのはその国の戦略としてそうしなきゃいけないっていう、要するに対外依存の問題ですとか人権に対するスタンスの問題として国としてそういうその問題に取り組まなきゃいけない、だから管理しなきゃいけないんだって話なのか、それにそこから外れた取引をしてしまうことで企業がその経営上のリスクを負う、そういったその企業経営上の問題なのかっていうところが割とはっきりし、もちろん重なってる部分ってすごく大きいと思いますけれども、要はそのズレがある部分が残っているとすれば、次なる問題はこの問題やっぱりその情報をどれだけきちんと継続性にとって分析し続けられるかっていう、そのある種のインテリジェンスの問題に関わってくると思うんですけれども、それをそのインテリジェンス一体誰が提供するんですかっていうコスト負担者の、さっき梅田さんが言ったところとも関わってきますが、誰がコストを負担するんですかっていう問題にもなってくると思うんですね。でそうなると国がきっちりそういった情報を国の安全保障に関わる問題なんだから収集して整備して企業に提供してくださいっていう話になるのか、つまりそれがトップダウンの規制をどうやって強化していくのかって話になってくるわけですけれども、でも他方で多くの部分が今まだ企業の自主規制に任されている部分っていうのがあって、これはその新興技術そのものの用途がまだまだ不明瞭なところがあって、国際情勢も不安定なところがあって、そういった中でそれぞれの企業が持つその利害ですとか経営方針に沿って、そういった対応をしてくださいと、そういう部分かなり残されていると思うんですね。そういった意味でその政府によるトップダウンの規制と企業による自主規制のバランスをどういうふうに取るのかっていうのはこれからすごく重要なポイントになってくるとは思うんですが、しかしながらその企業側にいかにその情報が企業がいかにそのある程度そのコストをかけて自前でその情報を確保できるのかっていうところもこれからやっぱり無視し得ないところになってくると思いますので、まずはそういったところからやっていく、そのための一つの手段として地形学研究所の会員になってくださいという話になっていくんだろうというふうに締めておきたいと思います。ありがとうございます。はい、では、鈴木さんいかがでしょうか。はい、すいません。なかなか私、大学であるとか、基礎研究を対象とするような領域にいるので、サプライチェーンとの関係性っていうところで、企業さんの方にですね、直接回答になるようなものを提供するのが難しいところではあるんですけれども、例えばなんですけども、今ちょっと調査しているもので、大学や研究機関で基礎研究を行っているようなものっていうのは基本的には安全保障輸出管理の対象外ですっていうふうなことになっていて、でもアメリカ政府とかはそういったところの重要技術が漏れてしまうことに対しての懸念がありますっていうことに対してどうやってコントロールしていきましょうかっていうことで大統領令を出したりとかっていうことをやっているんですが、それを受けた大学側って結構やっぱ困っちゃうわけですね。あらゆるものに全部規制をかけるのか、先生たちにどういうふうにして理解してもらおうかっていうことに対して、必ずしも自分たちで独自で判断するってことはしないように大学側もなっています。じゃあ何をもってリスク判断するのかっていうところは政府と議論して、何を参照したらいいですか、どこの国だったら危ないと判断するんですか、いや国だけじゃなくてエンティティとしてどういうものを見なきゃいけないですかっていうところも、政府が曖昧な態度を取った曖昧な基準を示している場合はそれをちゃんと突き返すような仕組みっていうのがやっぱりアメリカの中にはあって、そこの単純に中国だから危ないよっていうことではないものをどういうふうにして判断していくのかっていうのを政府と大学とで一緒になって議論するっていう仕組みがあります。なのでもしかしたら民間企業さんでもそういったところで自主規制のごとくですね、サプライチェーンのところを判断されているケースがもしあるんであれば、そこは官民で一緒になって、先ほど斉藤先生おっしゃったみたいに誰のためのサプライチェーンなのかっていうところをですね、一緒に議論していく仕組みが重要なのかなと思いました。はい、ありがとうございます。では手塚さんいかがでしょうか。はい、サプライチェーンがですね、国際情勢から影響を受けてそれで国がですね規制、いわゆる法律をしてですね、それによって人の動きも変わってきます。でそういった中で企業の方たちがやはり気をつけなければならないと思うのは、リクルートをする時ですよね。人を自分たちで獲得する時です。それは多くですね、やはり日本の企業は海外そこら中に出ておりますので、海外の支社でももちろんそうですが、そういった方たちを
採用するとき、そしてその採用するときに自分たちの機密情報であったり機微の技術がですね、どういった形で流出しないのかといったことをやはりここは管理していくべきなんですが、国がですね、斉藤先生がおっしゃられたようにそのインテリジェンスとしてこういうようなその国際情勢になっているからこそ今、リスト対象になっている国はこれで、そして技術はこれは危ないということで、そういったことをですね、国側から積極的にやはり企業としてコミュニケーションを取って、そして企業側もこういった技術があるということで、それがその漏れてしまってはダメだということで、やはり積極的な政府とコミュニケーションを取らなければならないと思います。で、そういった面ではやはりアメリカの例になってしまいますが、政府といわゆるシンクタンク、そして民間がですね、リボリングドアのような形で人材がこういろいろこうぐるぐる回っているんですね。もともと政府にいた方が、いわゆる IT 企業にいるっていうことももちろんありますし、 IT 企業にいる方が政府にいたりシンクタンクにいたりということがあります。そういった中でやはり政府とのコミュニケーションをとってですね、政府の方もそういった方たちを、政府の中に入れてですね、インテリジェンスを伸ばしていくというのが重要なことなんではないだろうかと思います。ありがとうございます。手塚さん、ありがとうございます。ありがとうございます。それではもうお時間とはなっておりますけれども、はい、非常に多岐にわたるですね、お話を登壇者の方々していただきましてありがとうございました。で、そしてこちらですね、皆様方お越しいただきご清聴いただきありがとうございました。それではこちらにてですね、振興技術のセッションの方を終わらせていただきますので、皆さんどうもありがとうございました。失礼いたします。